おはようございます。めぐりかみ太一です。今日はバターナッツ、かぼちゃを使ったガルニチュールを紹介します。以前にもパピヨットですね、アルミホイルでくるんで焼くやり方を紹介しましたけども、今回はフライパンでできて軽くスパイスを入れて美味しくできるガルニチュールを紹介します。今回このガルニチュールですけども、ピジョンのサルミに使いました。それでは一緒に作っていきましょう。まずよく表面をよく洗ってから3センチか2センチぐらいの好みの厚さに切っていきます。この向かって右側の方は中が詰まってますが、下の方になる部分、向かって左の部分の中には種が入っていますので、その部分は後でポタージュなどにして美味しくいただいています。結構皮が硬いので気をつけて切ってください。切り終わったら分厚めに皮むきます。かぼちゃですけども、表面皮に近い部分硬いので結構分厚めに剥いていきます。このバターナッツですけども、アメリカで1940年ぐらいに開発された品種だそうです。フランスで、手に入るかぼちゃの品種の中では比較的甘みが強くて水っぽくないかぼちゃの品種の一つです。よくハロウィンなんかで、使っているかぼちゃは見た目は可愛いんですけども、水っぽくてあまり味がないです。ただ最近ヨーロッパでも日本のかぼちゃと全く一緒のかぼちゃが手に入ります。確かイタリア産の空樹北海道というのが日本と全く同じのかぼちゃを栽培しているみたいです。食べたこともありますけども、本当に日本のかぼちゃと一緒で、多少当たり外れはありますけども、ホクホクしていて甘みの強いかぼちゃの品種になります。きれいに切り終わったので、温めたフライパンにオリーブオイルを入れて、そこにかぼちゃを入れていきます。この時油をなじませて、きっちり両面になじませてから汗染めしていきます。今回両面にですね、きっちり汗染めしていきます。後でエピスを足すので、今回は塩だけにしています。塩を両面きっちりとして、このまま片面ずつ火を入れていきます。このままフライパンの温度が上がるのを待って、温度が上がってきたら170度のオーブンでこのまま放り込んでゆっくりと火を入れていきます。オーブンに入れている間に混合スパイスを用意します。モクチを用意して、そこに黒胡椒、あとフヌユの種ですね。それを入れてモクチエとピロンで細かく潰していきます。このように完全に潰れています。そこにスペインで買ってきたパプリカのパウダーですね。ちょっとスモークがかかってて美味しいです。あとピモンテスプレッド、多少辛めで、これもパプリカの味が効いてて非常に美味しいです。これを混ぜて用意しておきます。このような感じにきれいに混合スパイスができました。混合スパイスですけども、使う直前に必要な分だけ潰す方がいいと思います。前もって潰してしまうと香りが逃げてしまいます。これでオーブンに入れてだいたい5、6分経っています。このように表面の方だいぶ乾いて色がつきかけています。裏の目もちろん美味しそうに焼けていますので、ひっくり返してこのままもう一度オーブンに入れます。それでは火が入ったので切っていきます。トータルだいたい14、15分入ってると思います。このように6カットしますけども、あえて包丁を斜めに入れていろんな形になるように、切っていきます。もちろん好みで、好きな形に切ってもらったらいいと思います。切り終わったら先ほど焼いていたフライパンに戻して混合エピスをかけて多少温めて全体的にまとわしていきます。続いて今回はパセリを入れます。いつものは包丁でコンカッセにしてもいいんですけども、あえて今回手でちぎって、何ていうんですかね、大きい、葉っぱとか小さいので潰しながら入れることによってよりパセリの香りが立って美味しいと思います。今回このような感じに仕上げた理由ですけども、ピジョンのロティ、サルミソースの付け合わせなので、ある程度スパイスが効いてパセリの味も分かる方が美味しいと思ったので、このような感じにしてみました。
それではもちろん温めたお皿に盛り付けていきます。今回ガルニチュールの一つとして用意してますけども、もちろんこれ、メインのかぼちゃの料理としても全然問題ないです。非常に美味しく、食べれると思いますし、あと軽くそうですね、ブルーノワゼットで作った、酸味の効いたソースをかけても非常にかぼちゃの料理としては美味しいと思います。これで今回のガルニチュールの動画は終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。ボナペティ。